私の夫、ザッカリー・ディクソンと結婚して7年になった。ついに最初の子供を授かることができた。嬉しさいっぱいに妊娠結果を伝えると、彼は眉を潜めて尋ねた。これは誰の子？私は動けなくなった。もちろんあなたのでしょ。7年間結婚して子供がなかったのに、俺が2ヶ月間出張に行った隙に妊娠した？冗談じゃないだろ。この言葉を聞いて、私は唖然とした。私の妊娠月数は2ヶ月だ。時間的に合っているはずだった。ザッカリーの母親、マロリーがそばで冷笑した。だからあなたはよく夜に外出するわけね。他の男と浮気してるのね。私が夜に外出するのは残業のためだった。怒りで頭が沸騰しそうになった。ついに私は彼に言った。信じないなら親子鑑定を受けましょう。意外なことにザッカリーは同意した。彼への失望感がこみ上がり、鑑定を受けた後、私は実家に帰った。結果は3日後に出る予定だった。ザッカリーと私は一緒に病院に行く約束をした。もし子供が彼のものだったら、彼は私に謝罪する。もしそうでなければ、離婚して、私は家から出て行かなければならない。この3日間、ザッカリーは一度も連絡を取ってこなかった。悲しすぎて、母の気圧点に結果が出たら、子供を中絶して離婚すると話した。母は私に彼にチャンスを与えるよう勧めた。ザッカリーはあなたを愛してるわ。こんな長い間子供ができなくても、彼は一言も文句を言わなかったじゃない。急に子供ができたら疑うのは当然よ。様子を見て。結果が出たら、ザッカリーはきっと謝罪してくれるわ。母の言う通りだった。ザッカリーは少し短気だが、私を愛していた。私は母の話を聞き、彼にもう一度チャンスを与えることにした。結果が出る日、私は寝すぎてしまった。外出の準備をしていると、ドアベルが鳴った。外に立っていたのはザッカリーだった。彼は結果を受け取って、謝罪に来たのだと思った。自分の過ちを謝るために、私を迎えに来たのだと。ザッカリー、結果見た？私は。言葉が途中で途切れた。ザッカリーが私を平手打ちした。全力で。めまいがし、口から血が出て、耳からブーンという音がした。私は顔を上げ、信じられない目心で彼を見た。ザッカリー、気が狂ったの？と叫んだ。また平手打ちの音がした。彼はもう一度私を撃った。私は後ろに数歩退き、まっすぐ地面に倒れた。体がテーブルに当たった。カチャン。テーブルの上のものが散らばった。その音で寝室にいた母が駆け出てきて、叫びながら慌てて私を起こした。母は叫んだ。ザッカリー、なんで妻を殴るの？自業自得だザッカリーの目は血走っていた。彼はテーブルのティッシュボックスを拾い上げて私に向かって投げた。リリアナ、浮気したな。このビッチを撃ち殺す。ティッシュボックスが飛んでくるのを見て、私は母を横に引っ張った。ザッカリーは何を言っているの？鑑定結果は子供が彼のものではないと出たの？私は他の男と関わったことがないわ。きっと誤解があるの。誤解？ザッカリーは歯を食いしばり、携帯電話を取り出して私に向かって投げた。見ろ。クソな誤解なんてない。第2章パンティ。私はザッカリーの携帯を拾い上げてみた。画面には、ジョイス・アンダーウッドとのチャット履歴が表示されていた。ザッカリーには大学時代の友人、マヌエル・ヒューストンという人がいる。マヌエルの妻であるジョイスは、私と数回会ったことがあり、友人と言える関係だった。ジョイスは、マヌエルと私が交際していると言っていた。最初はザッカリーは信じなかったが、
ジョイスが写真を送ってきたところで意識が変わった。それはエロチックなパンティの写真だった。そのパンティ、見覚えがある。ザッカリーが出張に行く前の夜、私が着ていたものだ。きっと誤解だと思った。ザッカリー、これは私のパンティじゃないわと説明した。この話を聞くと、彼はさらに怒りを募らせた。彼は近づいて携帯を奪い返し、画面を2回タップした。それから私の髪を掴んで、携帯を直接私の目の前に押し付けた。よく見ろ。これがお前のじゃないなら誰のだ？もう一枚写真があった。パンティの片側にザッカリー専用と書かれていた。頭がぶっ飛ぶような衝撃を受け、顔が一瞬真っ白になった。不可能をあなたに見せた後、ゴミ箱に捨てたはずなのに。どうして？すぐに思い出した。マロリーは私の服を盗むのが好きだった。一度早退して家に帰ると、寝室のドアを開けた瞬間、マロリーが裸で私のクローゼットの前で服を選んでいた。問いただすと、部屋を間違えたと言った。彼女が去った後、床にレースのパンティが落ちているのに気づいた。道瀬マロリーが着ていたの？私は顔を上げてザッカリーに言った。わかったわ。あなたの母親よ。何言ってる？ザッカリーは激怒し、私の足を蹴った。母親を中傷するなんて。彼女は貧困法制な年配の女性だ。お前のパンティなんて着ないだろ。足が力なくなり、私はすぐにひざまずいた。彼は手を挙げてまた平手打ちした。母は焦って彼の腕を引っ張り、懇願した。ザッカリー、リリアナを殴らないで。きっと誤解があるの。座って話し合おう、お願いだから。離れろザッカリーはうんざりしたように母を押しのけた。母はその勢いで地面に倒れた。お母さん。私は焦ってザッカリーに叫んだ。ザッカリー、よくも。お母さんは腰が痛いのに。もし怪我をさせたら父が絶対に許さないわ。私の父、ペイトンは刑事だ。ザッカリーはそのことを知っていた。だが彼はすでに怒りに狂っていた。お前もビッチ、お母さんもビッチだ。多分お父さんは彼女に教訓を与えてくれたことに感謝するだろう。その時、家の前には多くの隣人が集まっていた。何が起きてるの？ペイトンの娘、夫に浮気したらしいよ。そんなはずない。ペイトンは貧困法制な人だけど。そんな娘を育てるわけがない。人々が話しているうちに、一人の男性が我慢できなくなった。彼は前に出て行った。若者、落ち着け。男が女を殴るんじゃない。しかも彼女は妊娠してるんだぞ。ザッカリーは首を振り向き、悪地に言った。クソ野郎、お前の知ったことじゃない。お前の妻が浮気したわけじゃないだろ。彼はその男性を罵倒した。それからザッカリーは見物人たちに冷たく叫んだ。家のことだ。警察が来ても俺のすることは犯罪じゃない。余計なことに手を出したり、警察に電話したりしたら覚えてろ。お前たちに言ってくる。言い終わると人々は平気で立ち去った。リリアナ、浮気して俺にこの野郎の子を育てさせるつもり？俺をバカにしてるの？彼は私の腹を見つめた。これほどまでに怒ったザッカリーを見たことがなかった。彼はその瞬間、野獣のようで、眼底には怒りがあふれていた。私は無意識に腹を覆い、口調を柔らかくした。ハニー、私は何も悪いことをしていないわ。信じないなら、マヌエルを呼んで、そのパンティを誰が着ていたのか聞いてみれば？彼は鼻で笑った。マヌエルお前、その名前を愛惜しそうに言うな。彼に助けを求めてるの？その願いは叶わないだろ。
ジョイスがもう10人以上の人を連れて彼を捕まえに行ってる。彼はおしまいだ。ザッカリーは遠くに父の鞭を見つけ、壁から取り外した。彼はそれを手に持って私に問いただした。いつからマヌエルと関係を持ってた？私は首を振った。マヌエルとは何もないわ。まだ認めないのか？ザッカリーは鞭を振り下ろした。私は目を閉じて叫んだが、痛みを感じなかった。目を開けると、母が私の前に立っていた。第3章あなたの子です。鞭は母の心情に当たった。彼女はまるで痛みを感じていないかのようだった。彼女はまっすぐザッカリーを振り返った。ザッカリー、リリアナを誤解してるわ。殴らないで。二人で座ってちゃんと話し合おう。このままだと後悔するわ。後悔？早く殴ればよかった。妊娠結果を見たときに平手打ちすればよかった。キアステン、お前が彼女を守れると思ってる？いつも俺に彼女に優しくするよう言うけど、なんで彼女に礼儀を教えない？今日はお前たち二人にしっかり教訓を与えてやる。ザッカリーは鞭を上げて、私たちを数回打ちつけた。母は私が怪我をしないように。前に出て私を抱きかかえた。彼女が私のためにそのオーダーを受けた。母の苦しい叫び声を聞いて、私の心はひどく痛んだ。母を守るため、私は尊厳を捨てた。必死にザッカリーに懇願した。お母さんを殴らないで、ザッカリーお願いだから。私は他の男と関わっていないわ。お願い、こんな長く結婚してきた上、殴るのをやめて。母はついについていけなくなった。私がこんな風に懇願しても、ザッカリーは止まらなかった。彼は罵倒した。こんな長く結婚してきたなんて言うな。俺はお前に悪くしたことはないだろ？妊娠できなくても一度もプレッシャーをかけたことはない。母が離婚するよう言っても俺は拒否した。それでお前は俺にこんな仕打ち？彼はまた鞭を打ち下ろした。私を抱きかかえている母の力がだんだん抜けていくのを感じた。その時ザッカリーは鞭を引っ込め、母は地面に倒れた。私は彼女の背中に手を伸ばした。手には血がいっぱいついていた。